日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。最近うちの息子が誰かに似ていると立て続けに言われました。まずはじめは親戚の人からジョージア州の大学のアメリカンフットボールチームのクォーターバックにそっくりだよと言われました。誰とネットで調べて顔を見てみると、あまり似ていません。髪の色と年頃が似ているでしょうか。またつい2、3日前に友人のお母さんから日本のフィギュアスケートの有名選手に似てるわよと言われたので、誰とまたこれもネットで調べてみたら、なんと羽生結弦選手に似ていると言われました。羽生結弦選手とうちの息子似てるかなと言われると、体の細さは似てるかもしれませんね。うちの子も痩せているので。顔は似てません。この似ているという感覚面白いなと思ったんですけれども、私も時々あの人とこの人似てるよねと言うんですが、誰も同感してくれません。で、ネットでそっくりさん、似ている芸能人というページを見てみました。確かに中にはそっくりでどちらがどちらなのかよくわからないという人もたくさん出てました。でもこれは写真の撮り方とかお化粧の仕方とか表情が似ているとか、そういうことも関係しているのかなと思いました。たくさんのそっくりさんと言われる芸能人を見ていて思ったことがあるんですが、私のあまりよく知らない若い俳優さんとか女優さんは、この2人は似ていると写真を並べられると、そうね、そっくりね、よく似てると思うんですが、昔からよく知っている有名な俳優さんとか女優さんと別の人が似ているというふうに写真を並べられても、全然違う顔だけどな、似てないなと思うこと。よく知っている人の顔や姿、形は細かいところまでちゃんと覚えているので、他の人とはきちんと区別がつくんですね。あまりよく知らない人とか、見た回数が少ない人、会った回数が少ない人っていうのは、あの人に似てるよねと言われると、そんな気がしてくるから不思議です。昔見たテレビのコメディで、主人公の男性がジャパニーズレストランに行ってウェイトレスの女の子とデートしようとするシーンがありました。ところがウェイトレスの女の子、2人いたんですね。どちらの女の子も髪の毛が黒くて長くて、そしてちょっと2人とも小柄、年頃も同じ。さあ、どっちに声をかけようと思ったのか、デートしようと思ったのか、わからなくなってしまう。で、結局2人ともに声をかけてデートに行くというシーンがありました。似ているか似てないか、もしかすると相手との関係の深さでちゃんと見分けられている。逆に関係が浅い人とは似てる似てない、よく見分けられなくて、あの2人似てるねなんて思ってしまうのかもしれませんね。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。